インスタグラムを始めて8年、ついにフォロワー3000人を達成しました。こんにちは、夏です。動画投稿が久しぶりになってしまいましたが、皆様ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしたか？私は仕事の日以外はほとんど作業机に向かってオーダー作品を作りながら過ごしていました。そして机の傷が気になって作業に集中できなくなっていたので、この机専用の傷防止マットを購入したりしていました。少し前の動画でもちらっとお話ししていたのですが、実は先日人生で初めてバズるという体験をしました。そしてずっと超えられなかったフォロワー3000人という壁もようやく超えることができました。ここまで続けてきたからこそ感じたことや、どうして今回こんなに変化があったのか、忘れないうちに今回はその理由や経緯も含めて動画に残しておこうかなと思っています。よろしければ最後までお付き合いください。さて、本題の話をする前に、刺繍は以前刺繍したカゴ刺繍の続きでもう一つのデザインを刺繍していこうと思っています。インスタグラムを始めて8年、やっとフォロワーさんが3000人を超えました。数字だけを見るともっと早く達成される方もたくさんいると思います。でも私にとっては想像していたよりずっと長い道のりでした。投稿しても反応が少なかったり、何を載せればいいのかわからなくなってしまったり、向いていないのかもしれないと、もう大人ですが悔しくて泣いた日もたくさんありました。それでも細く長く続けていたら、ある日海外の方が作品をシェアしてくださったことをきっかけにフォロワー数が急増していました。もちろんだからといって急に人生が変わったわけではありませんが、長く続けてきた時間は無駄じゃなかったんだなと思えた瞬間でした。今回の動画をクリックしてくださった方の中には、今数字で悩んでいるという方も見てくださっているかもしれません。今日は私なりに考えていたことや実際に意識していたことをお話ししてみようと思います。結果からお伝えすると、特に意識していたのはこの2つでした。1つ目は、本当に届けたいジャンル以外ではあまりアクションを起こさなかったことです。私はこれまでサロンなどで学んだわけではなくて、 YouTube の動画や SNS の情報を見ながら独学で勉強していました。その中でよく見かけていたのが、
いろんなジャンルを見すぎないという考え方でした。私の場合、刺繍やハンドメイドを見るのも好きだったので、可愛い作品を見つけるとついいいねを押したくなることも多くありました。でも私が本当に届けたい人たちは音楽をしている方なので、活動用のアカウントではハンドメイドや美容など別ジャンルの投稿を見ることを減らしてみることにしました。そして2つ目は、無理に毎日投稿をしないということです。本気で伸ばしたいなら毎日投稿しないといけないのかなと、いろんな投稿を見て思ったりもしていました。でも実際には撮影内容を考えて撮影して編集して、それを毎日続けるのは私には到底できないことだなと思いました。それに無理をしてしまうと、自分が本当に伝えたいものが作れなくなってしまう気がしたので、私の場合、無理に投稿はしないと決めることにしました。この2つを意識していましたが、実際にバズるきっかけになったのはきっと別の部分だったと思います。いつも交流してくださっていた音楽家のフォロワーさんたちが再投稿してくれたり、コメントを残してくださったり、日頃から気にかけてくださっていたことが本当に大きかったと思います。そこから海外の音楽家の方にも見つけていただけたようで、たくさんの方がストーリーに載せてくださっていました。気づけばフォローの連鎖が止まらないような状態になっていて、私自身も本当に驚きました。私がインスタグラムを始めたのは2017年、2018年頃からで、その頃は発信する方も少ない状況でしたが、ハンドメイド作家さんもどんどん増えていき、私のアカウントや投稿はどんどん埋もれていくような感覚がありました。数字だけを追いかけて大切なものが見えなくなった時期もありましたが、自分が好きと思える投稿の方が長く続けられること、そして遠回りに見えても自分らしさは後から誰かに届くことが今回のことで分かった気がします。そんな私のインスタグラムのアカウントや YouTube のアカウントもまだまだ成長中なので、多くの方に知ってもらえるまでは長い道のりになりそうです。今回の出来事で過去の悩んでいた自分や、今 SNS を続けることに疲れていたり、意味があるのかなと悩んでいる方に何か伝えられることがあるかもしれないと思い立ったので、今回はこんな内容にしてみました。いかがでしたでしょうか。少しでもお役に立てる内容になっていましたら、高評価ボタンや質問、じゃんけんのコメントもお待ちしております。
さて刺繍の方も完成しました。今回は蓋付きの四角いカゴをイメージして刺繍しました。お花は白い小花ですね。白い小花たちを刺繍したものになります。次はどんなカゴを刺繍するのか、ぜひお楽しみに。ここからはいつもはおやつタイムをとっていますが、今回は久しぶりにカフェにも行ったので、その動画をよかったらご視聴ください。今回は福岡の高宮にあるパイ専門店のオノマトペにやってきたのですが、お客様がいっぱいで座れないということだったので、別のお店に行くことにします。カフェに行った日の動画は実は1ヶ月ぐらい前の出来事なんですが、カフェに行くのもすごく久しぶりだったので、カフェってこんな感じだったなと思いながら、いろんなお話をして楽しい時間を過ごしました。帰ってきました。オノマトペでのパイはいちごのミルフィーユのような形のものを注文しました。ミルフィーユといえばという形のものもあったんですけど、ちょっとお高めだったので、こちらのサンドしてあるタイプのパイを選びました。1個は多いので半分は旦那さんにあげようかなと思います。パイも久しぶりに食べるのですっごく美味しいです。この YouTube チャンネルではいつも刺繍をしながら人生のことや最近起きた出来事などを中心におしゃべりしています。刺繍をしている風景が好きな方や、まったりおうち時間を過ごしている雰囲気が好きな方はぜひチャンネル登録もお願いします。今日も最後の方までご視聴くださり本当にありがとうございました。それではじゃんけんです。最初はグー、じゃんけんぽん。今週もちょこっといいことありますように。